昼の1時半に出発して現在3時、隣の三重県まで来ました。亀山パーキングエリアです。ここで30分だけ休憩します。マッシュ新たに DIY しました。前に取り付けたこのフロントの整理板2つなんですけど、これがかなり効果あったんで、この両端にもう2つつけてみました。前回この整理板中央の2つを装着して走った時に感じたのが、すごい風の揺れに強くなりました。なんとなくイメージなんですけど、こう風が来て当たってこっちに流されていく感じですね。なのでこのセンターに力が集まる感じで、なんか直進安定性が良くなりました。さらに両端につけました。こんな感じで風が当たってこう流れていくんで、また中に入る力が働くと思います。この後強風の橋の上やトラックを追い越し時、風結構入れますんで、違いを体感しお伝えしたいと思います。それでは中でお茶します。ごちそうさまでした。いや、このまんじゅうめちゃくちゃ美味しかったです。セブンイレブンに売ってますんでおすすめです。少し休憩できましたんで、エアコン切って再出発します。今回3泊しますんで、バッテリーたくさん持ってきました。まずはこのキャンピングカーに2ケットついてます。キャンピングカーについているサブバッテリーは容量 300Ah のリチウムバッテリーです。現在 85% です。もう一つはこのエコフローのパワーシステムです。このバッテリーのモニターが前回つかなくなって、それからまだ直ってません。アプリ上では操作できます。現在 99% で容量 6000Wh あります。この2つのバッテリーで容量約1万 Wh ぐらいありますんで大丈夫とは思うんですが、今回お昼も車内で過ごすことはありますので、念には念をということで、助手席に容量 2000Wh のポータルバッテリーを持ってきました。こちら緊急の時使います。今から行くルートなんですけど、今ここがスタート三重県です。でここがゴールの群馬県になります。でこの長野県を通って山側行くルートと、この静岡県太平洋側海側のルート2つあります。で今回はこの山側の方が早いみたいなんで、この長野県のルートで行きます。残り400キロ以上着くのはもう夜中になりそうです。今回奈良県出発するときに高速道路入る前ガソリン満タンにしてきました。もしかしたらこの整理板で燃費も良くなるんじゃないかなと思ってます。また高速道路を降りてから燃費計測して、整理板が燃費に影響するのか検証してみたいと思います。時刻は間もなく6時、岐阜県に入りました。ここでガソリン入れて少し休憩します。間もなく日が暮れます。今日は群馬県に到達するの難しいかもしれません。やっぱり長距離の高速道路はかなり単調なんで眠気がきます。でもできるだけ進みたいので、眠気すっきり目がシャキ、こいつ飲んで頑張ります。なんか目が覚めました。これで行けるとこまで行きます。はい、それでは安全運転で再出発します。すっかり暗くなってしまいました。現在時刻は間もなく9時です。長野県に入ってしばらく走行していたんですけど、なんとですね、ナビが下道を案内してます。今から峠道を走るのはちょっと怖いですね。
長野県側じゃなくて海側の静岡県のルート行ってればと後悔しています。はい、高速降りました。はい、一般道降りてちょっと車着スポットもう探してみたんですけど、この辺道の駅ないんですよね。近くに諏訪湖があるんで、そこに駐車場行けるかなって調べたんですけど、車着禁止のところも多くて、もうちょっと進んでみます。あ、ここから車も置いてほっとします。かなり涼しい道の駅です。横は幹線道路なんで街灯もあって安心です。駐車場はかなり広いです。で、車中されている車がたくさんいます。トイレはこの建物の中にあってすごい綺麗でした。お腹空いたんでキャンピングカーの中でゆっくりします。いただきます。それでは楽しみにしていた焼き鳥をこのレンジフードを使って焼いていきます。まずはレンジフードセッティングしていきます。こっちで焼いちゃうのが一番手間をかからなくていいんですけど、今日はあえてこのテーブルの上で焼いて、ここで座ったまま焼き鳥を楽しみます。このダクトを伸ばしてここにはめます。そして窓を開けて網戸にしておきます。で、こっちが半分はもう網戸じゃなくて直接排気ダクトが出ます。で、こっちが吸気なんですけど、ここ網戸を通って空気が入ってきます。で、この窓の向こうはもう何もない、車もないところに止めました。はい、ここに焼き鳥屋台をセッティングします。こちらは電気で加熱します。で、この下水溜めます。なので油跳ねが少なくなって煙が出にくいタイプです。このレンジフード、これ簡単に中のフィルター取れるようになってます。で、これはストックが確か5、6枚ぐらいついてきました。で、これ丸洗いしたらまた何回でも使えます。で、こちら USB 電源をつないでオンにします。ここから空気が吸い込まれています。その吸い込んだ空気がこのダクトを通って外に排出されます。そして吸い込んだ分空気を取り入れるんですけど、この網戸を通して空気が入ってきますんで虫も入ってきません。はい、これで換気システム完成しました。もうね、アホでしょ。ここまでして車内で焼き鳥や焼肉するかっていう話なんですけど、これはもうただのロマンです。あとは焼いていって楽しみます。うわ、美味しそうにできました。それでは軽く塩コショウをかけていただきます。ちょっとかけすぎちゃいました。それではいただきます。
ごちそうさまでした。いや本当に美味しかったです。こういった網とか下の受け皿かなり匂いします。なのでもう先に洗っておきます。レンジフードの撤収はもうこれを外して窓を閉めたら完了です。この受け皿の方なんですけど、水張っていてかなり油が浮いてます。でこのまま捨てるとタンクに油がこびりつけますので、キッチンペーパーに吸わしてゴミで捨てます。今んとこ匂いは残ってないんですけど、明日の朝また外出てから確認します。今日はリアベッドで寝ます。もうこの下にシーツ敷いてタオルケット持ってきました。リアベッド2段なんですけど、この2段はこの真ん中取って左側に服とか置いてます。反対側はこれ100円ショップで買った棚なんですけど、ここにティッシュやキッチンペーパー、ゴミ袋などのストックを置いてます。明日群馬県の山奥での秘密の会合なんですけど、実は同じ社長系の動画をアップしている YouTuber さんと会います。合計3人なんですけど、1人は軽キャンピングカー買う前からずっと見ていた方です。そしてもう2方はなんとチャンネル登録者数100万人2人とも超えてます。なので視聴者様の中で知っている方も多くいると思います。すごい楽しみです。明日は時間ありますんで、群馬県も堪能したいと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。いや朝方このタオルケットだけだったら寒くて起きました。でも日が昇ってくると暑くなりました。ちょうどリアの側面のところに太陽の熱が当たっていました。現在の外気温は28度、中が 25.8 度なんですけど、これもそのうち30度ぐらいに上がりそうです。それではせっかくなんで長野県の景色外行って堪能します。もう道の駅のショップも開いてますんで、何か現地の特産物買ってきます。そして外で鼻が慣れてからこの木のレンジフードですね、焼き鳥の匂い残ってないか確かめます。道の駅の駐車場なんですけど、こっち側が少し下がっていました。雨対策だと思います。いやー、それにしても絶景ですね。めちゃくちゃ空気美味しいです。看板の案内見ているとお城やお寺、神社などたくさんありますんで、かなり歴史がある街ですね。ではショップで何か買ってきます。匂い大丈夫ですね。全然していません。このレンジフードシステム成功したようです。ただですね、朝エアコン回した時にちょっとエアコンから何か生臭い匂いがしました。その後マックスファンで換気しながら空気入れ替えるとすぐになくなりました。道の駅で購入したものなんですけど、ヤマメさんの唐揚げです。すごい珍しいですよね。しかも唐揚げとは。後でいただきます。そしてもう一つはなんとこれまた旅だそうです。これ帰ってから猫にあげます。群馬県までまだ距離ありますんで、もう再出発します。その前に朝ごはんの仕込みだけしていきます。で到着してからいただきます。炊飯器で牛しぐれの炊き込みご飯作っています。自分牛しぐれご飯大好きなんですけど、
前から試したかったのがこの牛しぐれ、先醤油とか砂糖を絡めて炒めて後でご飯混ぜると思うんですけど、もう全てこの中にぶち込んで炊飯したら炊き込みご飯になるんじゃないかなと思います。一度今日は試してみます。さあこれでうまくいってくれたらいいんですけど、あとはもうこのジップロックを捨てるだけです。はい、群馬県到着しました。ここまで約470キロです。ガソリンもなくなってきました。それでは近くのガソリンスタンドで一度満タンにして高速道路の燃費を計測します。整流板によって燃費変わってるんでしょうか。楽しみです。給油量を選んでください。満タン入りました。それではすぐ近くに道の駅あるみたいなんで、そちらで燃費計算と牛しぐれの炊き込みご飯をいただきます。はい、到着しました。今日もう9月後半なんですけど、めちゃくちゃ暑いです。今天気予報を見たら全国で今日群馬県が一番暑いそうです。大変な時に来てしまいました。今車外に置いてる影の温度計 38.6 度です。いやもうこれからのキャンピングカーは7月8月だけじゃなくて9月もエアコン必須になってきますね。今回高速道路8割峠道2割のマシの燃費なんですけど、走行距離に入ったガソリン分かりました。で1リッターあたり 8.0 ですね。思ったより良くない結果になっちゃいました。整流板の燃費の効果はあまりなかったようです。それではいただきます。ごちそうさまでした。いやー美味しかったです。いちご炊いたんですけど全部食べちゃいました。やっぱり炊き込みご飯は美味しいですね。それではちゃちゃっと洗い物して山へ向かいます。山行く前にお風呂入ってきたいですね。昨日も入ってなかったんでちょっと探してみます。なんかエアコン効き悪いなと思っていたら外気温なんと 44.8 度です。ここに温度計設置していて日陰になってるんですけどね、熱しられたアスファルトの熱が上がってここの気温は灼熱になっているようです。今日の群馬県は暑いと聞いていましたが、ここまで暑くなると思ってませんでした。すごいですね。
すごいのどかなところに温泉がありました。埼玉県と群馬県の県境のようです。キャンプ場も併設されている巨大な温泉施設、神奈の湯です。この明るい時間に入る温泉たまりません。お風呂は広くてロウリュサウナもあり、いいお湯でした。なんとか到着しました。この山奥の廃墟の中、 YouTuber4 人が集まりました。ちょっと暗いんですが、もうこの車を見たら分かる方はいてるかもしれません。ガレージでバーベキューしようということなんで、自分はお肉たくさん買ってきました。ちょっとこの割引のお肉なんですけど、たくさん買ってきました。喜んでくれたらいいんですけど。でドリンクはこの中にビールなど入れてます。これバッテリー内蔵なんでそのまま持っていきます。あ、お待たせしました。お肉を買ってきました。すみません。すみません。ありがとうございます。すみません。たくさんそんなにいただいて。あざす。ちょっとギネスいただきます。やっとね。すごいいいとこ。これはアマゾンで買いました。まさかこんなん売ってると思ってなくて。やっぱ景色いいですね。高いんで。そうですね。標高がある程度あるんで、いい景色です。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。楽しかったです。はい、頑張って走行してなんとか関西圏手前ぐらいまでやってきました。それでは今日はここでラーメン食べて寝ます。いただきます。
それではいただきます。ごちそうさまでした。お腹空いていたんで汁まで全部飲んじゃいました。ラーメン作る工程で沸騰もささないんで、車内に匂いが全然ついてないと思います。これはまた明日の朝確かめてみます。それではキッチンペーパーで水分と汚れ軽く取ってからシンクで洗っていきます。キッチンペーパーで拭いた後、試しにウェットティッシュで拭いてみたんですけど、これだけでもかなり綺麗になってますね。シンクのない車だったら十分かもしれません。おはようございます。やっぱりこのサーキュレーターのおかげで朝方太陽が昇ってくるとリア暑くなるんですけど、すごい涼しかったです。現在車内は 25.8 度、外は 29.8 度、もう30度近くなってきました。今回の旅でエアコンに使っていたエコホールのパワーシステムリチウムバッテリーなんですけど、容量が最終 64% でした。序盤に標高の高い道の駅などで車中泊できたのでバッテリーを温存できました。でも助手席に置いているポータブルバッテリーは今回一切使ってません。やっぱりこのエコホールのパワーシステムは走行充電の発電量が大きいのが最大のメリットですね。この元からついているキャンピングカーの走行充電は約 20A。 エコホールのパワーシステムはエンジンの回転数によって発電量が変わるんですけど、平均すると 40A ぐらい、ワット数に変換すると約 500W ぐらいは平均して発電しています。今回の3泊4日も家庭用エアコンのおかげで本当に快適に旅ができました。はい、今トイレ行って戻ってきたんですけど、この昨日使った車内のラーメンの匂い全く残ってません。これはマッシュにずっと続きたいですね。それではパパッと朝ごはん食べて、で到着してから整流版ですね。今回高速道路1000キロ近く走ってると思うんですけど、風の煽り体制、トラックの追い越し時の揺れ、リアルな感想をお伝えしたいと思います。それでは一緒にカフェルートいただきます。関西から群馬への車中泊旅終わります。とは言ってもまだ1時間以上走行しますんで、最後まで気を抜かずに安全運転で行ってきます。奈良着きました。途中のサービスエリアです。走行距離が1012キロ、このトリップメーター1000キロ超えて1回リセットされちゃいました。このフロントの整流板増加してみて1000キロ走ってみての感想なんですけど、前と比べてトラックの追い越し時、横風の煽り体制、前と変わりませんでした。増加した整流板の位置、ここが正解じゃなかったかもしれません。また違う場所いろいろ試してみたいですね。ただもうこの先端だけで効果は十分な気がします。そして車中飯で利用したこのレンジフードと焼き鳥屋台の組み合わせなんですけど、今回使ってみて威力を再確認しました。この焼き鳥屋台しても車内にほとんど匂い残りませんでした。これは車中飯の幅がぐっと広がりました。
ただこの焼き鳥屋台と組み合わせて使ってみて感じたデメリットなんですけど、このレンジ駆動はあんまり問題なかったんですけど、こういった焼き鳥の調理器具、上から熱以外に横からもかなり出ました。なのでこのレンジ駆動で熱は吸い切れませんでした。このメインテーブルで使っていたら、この周りすごい熱が出て暑かったです。この家庭エアコンを併用して車内冷やしていたんですけど、冷房の効率がかなり悪くなりました。車内で調理するときは匂い対策もそうなんですけど、熱対策も必要ですね。なのでやっぱりフライパンとかで蓋できるタイプが一番車内に調理の熱が伝わりにくいなと思いました。そしてこのラーメン丼のデメリットも感じました。これ車中飯にすごい良かったんですけど、完成するのがお湯注いでから5分です。なのでラーメンがちょっと冷めてました。やっぱりラーメンは熱々が食べたいですよね。お湯を全部一気に入れちゃうんじゃなくて、出来上がってから最後にお湯を追加したらマシかもしれません。またいろいろ試してみます。してたから気持ちいいですね。